はい、皆さん、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？今回もね、鉛筆一本で描こうのコーナーの時間となりましたよ。さて、お話のように使う道具は鉛筆一本です。だからどなたでもきっと書けますね。またこの鉛筆でね、書くってことはね、要するに赤とか黄色っていう色がないですよね。だから明るい暗いで描くしかないんですよね。そういう意味でもね、この鉛筆で描くことを練習していくと、本当に絵のね、本当に基礎的な勉強ができるんですね。そういう意味でも。ね、だから長く絵を描いてる方も、それからこれから絵を楽しんでちょっと見ようかなと思う方にもね、本当に鉛筆一本の絵はね、おすすめです。はい。ね。今日はね、お家を描いてみたいと思います。お家のある風景かな。そうですね。使う道具、鉛筆一本ですね。そして、消しゴム。はい。そしてあとね、柔らかな紙ですね。さあ、それでは用意してくださいね。始めてみたいと思います。はい。それではね、一緒に書いてみましょうね。この辺にお家を描きます。上の方ですね。まず、流し角の形を描きますよ。はい。そして三角の屋根を乗せます。簡単に描こうね。そしてね、ほら、こんな感じなんですよ。どうですか？それでここに出窓を描きます。僕の通り同じじゃなくてもいいからね、大体という感じで参考にしてくださいね。さあ、うちができました。どうですか皆さん。でこうやってね、軒下を下ろします。煙突も描きましょうね。細長く。はい。ねえ。いっぺんにちょっと描きにくいかな。ここ、低い丘です。向こうにも丘があってね。うん。いいね。ねえ。何回も見てね、ここ練習してくださいね。ここにね、手前にこうつながってくる石垣があります。こんな形ですよ。ねえ。石を積んでこう。ねえ。塀のようになってるんですね。ちょっと草むらなんかも描いて面白いかな。こんなのをね、ちょっと2位に加えましょう。うん。よしよし。そう、どう書いてる？さあ、それではまた皆さんご一緒にね。鉛筆でね、こうやって縦の柔らかな線でお家に色をつけます。もうザクザクでいいからね。空も一緒です。上の方を暗く、下の方を明るく。鉛筆を寝かせてね、はい、こんなソフトのタッチで書きますよ。こうです。そうしたら柔らかな紙でこれを落ち着かせます。ほら、良くなった。やってみますか？少し今度はね、お家の屋根の形を描き起こします。ここはね、軒下の日陰だからちょっと暗いんですね。煙突をみんな暗い煙突にしようかな。こんな感じでね、どうでしょう。はい。少し形歪んでもいいからね、あまり気にしないでいいですよ。うん。
で、あと、こことここら辺、ここ側面ね。やっぱりね、箱ですからね。こんな感じでどうでしょう。はい。さあ皆さんいかがですか？そしたらこのなだらかな線を重ねて丘の調子をつけます。ではここにいらないとこちょっと整理するね。こうやってここのとこ消してみようかな。ね。いらないとこちょっと消します。屋根のとこもちょっとすっきりさせちゃうね。ここです。ほら、形がね、すっきりしましたよ。そしてこの木をまたね、鉛筆を寝かせてね、柔らかなタッチで円形の木を描きます。そうするとね、お家の形がはっきりしてくるからね。はい。さあ皆さんどうでしょうね。こうやってソフトなタッチね。いいかな。もうちょっと木を大きくしようかな。もうちょっと木を大きくするね。線にちょっと強弱をつけてね。煙突よりも高い方がいいかな。ぐいぐいぐいとね。このくらいがいいね。はい。こっちもちょっと。して家の足元も何かこうちょっと工夫っていうか変化があると楽しいね。もうだから皆さんも絵描くときこういうちょっと思いつきですね。さあどうでしょうか。皆さんできてますか？いや、窓やドアを描くね。これは線を並べるだけですね。少し筆圧を強くして暗い線にしましょう。はい。こんな感じね。上の方もちょっと小窓を描くね。ちょっと。よしよし。ここもと。そしてここも。はい。ね。さあ、円形の感じ見えてきましたね。軒下の日陰を今描いてます。こっちもね。はい。さあ、円形が描けたのでね、手前と今度は前形を描いてきます。手前ほど鉛筆のねに圧力をかけてね、筆圧をかけて描くようにします。遠くはソフト、ほら、グイ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 ですよ。グイ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 とね、手前は強くね、グイグイグイです。ほら、もう思いっきりね、芯が折れるくらいね、筆圧をかけて描きます。だんだん弱くね。さあ皆さんもやりましょうね。さあ手前に関してグイグイグイですよ。今草を描きながら石垣の側面を描いてますよ。はい。では今度は石垣の側面を少しこうやって表現します。はい。そしたらこれね、石を積んでありますので、その石と石とのね、この境目というかね、その部分を描いてます。そして点描で材質感を加えます。点点点点点点。面白いでしょ？ねえ。さあ、できましたよ。遠くはソフトに手前ほどグイグイグイでしたね。
もう本当にひさつけてグイグイグイ。さあ、そしてこんな風にところどこね書いたり、そして書かなかったりして、だんだん円形へとね、見る人の目が入っていくようにしてあげましょう。さあ、できてきましたよ。皆さんはいかがですか？はい、いいかなね。手前グイグイですよね。もう一回こうかな。グイグイグイですよ。そうね。はい、これで今日の出来上がりです。はい、書き上がりました。今回お家のある風景にしたんですけどね。お家は、ちょっとシルエットだけ。そして手前の方にね、石垣を描いたんですね。私、アイスランドに、アイルランドですね。アイルランドに行った時に、こういう風景に出会いました。ね。石をたくさん積んで、牧草地というか畑を仕切ってあるんですね。で、今回のこの勉強はね、鉛筆のね、筆圧の強弱です。ね。たった一本の鉛筆ですけども、それをソフトに使ったり、もう少し、強めの、太い線を重ねてみたり、それからシャープなね、ぐぐっと筆圧をかけた線ですね。本当に鉛筆のね、筆圧っていうのはもうとても大事なんですね。はい。そういう意味で、皆さんにお勉強になったかなと思います。はい。いかがでしたか？またね、すぐ、お会いしたいと思います。私、インスタグラムとかね、Facebook、その他の、SNS もやっておりますので、できましたら、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。はい。最後まで見てくれて本当にありがとう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。